おはようございます。たかしです。本日は9月8日木曜日、ただいま6時19分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足も大きめの陽線で引けております。ただここのところ3日連続陽線が出現しておりますので、そろそろ一旦の陰線をつけるかもしれないなというところに来てます。それでも日足のインジケーター、ストキャスティクス、マックディともにまだかなり強い状態。ただストキャスティクスは高値圏には来てますので、一旦の下落には警戒というところですが、今のところ強く上を向いてますので、本日も一旦上は攻めるんだろうなという印象。ただ3本の陽線が出てるので、その上を攻めても戻されて最終的には陰線で終わったみたいな、そんな感じにもなりかねませんので、今ここからの高値追いは危険かなと感じてます。現在はここの戻り高値166円付近で上げ渋っている感じがしますので、そこを突破できるかどうかというところが今日のポイントでしょうか。で、ここの166円付近を上抜けると、次は168円ぐらいまで上昇しそうになってきますので、今は一旦ここを抜けられるかどうかっていうところで、抜けたらそこでの押し目買いを狙っていきたいところ。ただ本日は陰線をつける可能性もありますので、その辺はちょっと注意が必要ですね。基本的には押し目買いで狙っていきたいですが、ドル円が調整の下落をしてますので、クロス円は上がりにくい、もしくは下げ基調になる可能性があります。では4時間足です。4時間足は昨日も言ってました。この大きな下落の中のハラミ足になっている状態ですので、まずはこの下落の、上限下限のどちらかを抜けてこないと方向性が出ないですっていう話をしてました。で、今のところ強く上昇してきてこの 166.3 付近を上抜けそうではあるんですが、今4時間足、ストキャスティクス、マックディともに少し怪しい状態になってきました。日足ではまだ押し目買いと思ってますので、下がったところでは買っていきたいのですが、今はちょうど節目にもありますし、今ストキャスティクスは高値圏に張り付いてますが、マックディの上昇モメンタムが少し削られてきてますので、一旦の調整の下落をする可能性。そう考えるとこの 166.3 を上抜けられずに、ここでのレンジ、もしくはアセンディングトライアングルみたいな、そんな感じを作る可能性もありますね。ただ、ここを一旦強く上抜けてきたとしても、今、この状態では少し怪しいですので、その上抜けてもそこからの上昇についていくのではなくって、その急騰をした場合は一旦それが落ち着くのを待ちたいところですね。もしかしたら急騰したものが戻されるっていうことも考えられますので、ここからじりじりと上げていく場合、もしくはトレンドを作りながら上げていく場合はいいんですが、急騰した時はそこからの下落に注意が必要です。ただ、日足でも言いましたが、まだ強い上昇中ですし、日足単位ではまだまだ上昇しそうに見えますので、基本的には下がったところは買っていきたい。もしくはレンジで横横の動きをするのであれば、そこからの上抜けに期待したいところですね。では1時間足です。1時間足昨日は上昇して後半はずっともみ合いでした。ただマックディがねちょっと怪しいんですよね。ダイバージェンスをずっと起こしているんです。そろそろ一旦大きめの下落が来てもおかしくないのかなとは見ているんですが、マックディがダイバージェンスを起こすからといって必ず下落するわけではないんですが、ここからの比較的大きめの下落には注意が必要ですね。下落してくるとするとこの辺付近165円ぐらいまでは下げる余地がありますので、今が 165.8 付近ですので、一旦は165円までの押しをつければそこからの押し目買いっていうところで狙っていきたい。ただ、もし深めの押しをつけるならここですね。164.5 ぐらい、もしくは164円ぐらいまでの押しをつける可能性もありますので、その辺は注意が必要ですね。ただ、やはり日足のインジケーターが強いので、そこまでの深い押しをつけるというよりは浅めの押しで上昇していくんじゃないのかなという印象を持っておりますので、本日は一旦ここでのレンジを想定します。で、先ほど4時間足でも言いましたように、強く上抜けた時はそれが落ち着くのを待ってからの押し目買い、もしかすると強く上抜けても戻されるっていうことも考えられますし、4時間足のインジケーターも少し怪しくなってきてますので、ここからの上昇は一旦慎重になった方がいいのかもしれません。で、一旦の下落をしてくれるとそこからの押し目買いを買っていくのはいいんですが、今高値圏にありますし、ちょうどこの紫のラインっていうのは反発ラインになっていきますので、一旦下落するっていうことも想
想定した上でのトレード。もしこの高値付近に張り付くようでしたら、そこの安値からのロングエントリーはありだと思います。その場合はここの 166.3 付近、この紫の点線、ここを上抜けてくる可能性が高くなってきますので、ここで張り付いた時は、その、レンジの下限からのロングエントリー。ただ、ここ 166.3 付近っていうのは反発してくると思いますので、この辺まで上昇してきたところでの短く反発の下落を取るのもありだとは考えます。4時間足、1時間足が怪しくなってきてますので、一旦急騰したところは売っていってもいいかもしれませんが、やはり下がってきたところっていうのは一定の押し目買いが入ってくると思いますので、基本的には押し目買いで狙っていきたいですが、ドル円がどこまでの調整下落をするかによってクロス円もどうなるかっていうのが分かりませんので、今は基本的には押し目買いですけれども、調整の下落が入る可能性があるっていうところに注意してトレードしていくのが良さそうです。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。